んにちは。今日はじゃん、トーチについて。よく聞かれるんですけど、トーチって必要ですか？トーチって何に使うんですか？トーチってどんな役割なんですか？みたいな。結論から言うと、トーチはあればなおよしなアイテムです。ただ私は一番最初の動画かな、オーシャンアートの作り方、工程をご紹介している動画でトーチを使ってオーシャンアートを作っています。私自身はトーチを使ってオーシャンアートを作るんですが、トーチを使わない方もいらっしゃる。トーチを使わなくてもオーシャンアートはできます。だからあればなおよしなアイテムなんですが、オーシャンアートの波って作る時、キャンバスの上に色のレジンを流して、透明のレジンを流して、そしてレジンに白の着色剤を混ぜて、白のレジンをラインのように引いて、そこにヒートガンの熱風を当てて、その白のレジンを広げて波を作りますよね。じゃあトーチはどこでいるか。最後広がったレジン、白のレジンがもう少しでパカって割れてセルになるのにっていう最後のセルになる手助けをしてあげる最後パカって割れる手助けをしてあげるのがトーチです。それこそ私がオーシャンアートを始めた時に、やっぱりセルが出ないとかって悩むじゃないですか。その時に友達から勧められた動画があって、衝撃を受けて、こんなのでセルができるの？みたいな。多分なんだろう、こうやって混ぜて、こうやってヒートガン当てて、こうやってこうやってって、なんか、真面目に考えてセルを出そうとか思ってたのが、何？こんなんでできるの？みたいな。そこからなんか風を当てて広げてあげて、バーナーで炙ったらセルなんてできるんだよみたいな風に考えられるようになって、すごく気が楽になりましたなので、そんななんかセルで悩んでいる方になんかこう気が楽になるような動画を作れたらなって思ったんですけど、ダイナミックな動画は作れないんですけど、このトーチの仕事っぷりを紹介しながら、こんなんでもセルできるよっていうところを今日はちょっとお見せしようかなと思います。では早速作っていこうと思います。ここに5つのボードを用意しました。この上に透明のレジンを流して、それぞれに波を作っていきます。まず1つ目はドライヤーの送風だけで白のレジンを広げてみようと思います。2つ目はドライヤーの送風プラストーチ。そして3つ目はトーチの炎だけ。4つ目はヒートガンだけで。5つ目はヒートガンプラストーチで。はい、では1つ目、ドライヤーの風を当てていきます。今回は熱くもない送風にしているんだけど、やっぱりさ、ワーキングタイムギリギリまで待ったので、レジンの粘度が上がっているので、送風だけだとやっぱりちょっと動きにくいかな。あんまり広がらないかも。ちょっとカメラのアングルが悪かったんですけど、これぐらいかな。はい、ドライヤーのみはこんな感じ。続いてはドライヤーの風とトーチで波を作っていきましょう。さっきの教訓も踏まえ、今回のドライヤーは暖かい風にしました。
広がりはまだマシかな。ではトーチで炙ります。ドライヤーの風とトーチで作ったらこんな感じ。続いてはトーチの炎だけで波を作ってみます。ちょっと炎だけって難しいけど、炎の勢いを利用しながらこんな感じでちょっと広げながら、焦げちゃう。これさ、私が使っているレジンは非可燃性のレジンだから燃えないけど、可燃性のレジンだったら燃えるから気をつけて。トーチの炎だけで作った波はこんな感じ。次はヒートガンで波を作ります。ヒートガンで波を作るときに風がなかなかうまく当たらない人がいますけど、白のラインを動かそうと思ったらラインの少し手前の板を狙うようにするとうまく風が当たります。ヒートガンで作った波はこんな感じ。最後はヒートガンプラストーチです。やっぱりさ、よく広がるからちょっと板ちっちゃかったかなと思って。仕上げにトーチで炙って、ヒートガンとトーチで作った波はこんな感じ。では5つの波を比べてみます。今回特に何の技術も使わなかったので、綺麗な波ではないんですけど、いかがでしたか？結構いい仕事をしてるでしょお寿司屋さんでオーシャンアートを習いに来てくださった方がいたんですけど、仕事で炙りで使っているトーチがあるんですけど、それでもできますかって聞かれて、火力とかがちょっとわからなかったんですけど、これぐらいの大きさに調整できるっておっしゃっていたので、じゃあ大丈夫だと思いますって答えたんですよね。あの方は炙り用のバーナーでオーシャンアートを作っていらっしゃるのかしらはい、というわけで今日はあればなおよしなアイテムトーチの仕事っぷりをご紹介しました。